健一です。動画のご視聴ありがとうございます。今回またですね S63 につけるやつなんですけど、購入してしまいました。ミラーカム2でございます。これ自体も購入するかどうか迷ってたんですけど、今つけてるやつがミラーカム R ということになるんですが、ミラーカム R がですね24時間の駐車監視機能に対応してないっていうことで、 S660 を駐車場に止めている時に当てられないかとやっぱり不安なんですね。小さい分見えにくいっていうのもあると思いますし、でなるべく当てられないところには止めるようにしてるんですけど、どうしても狭いところとかもあったりするので、駐車監視機能がついてる方が安心だなっていうことで、これにプラスしてパワーケーブルプロというやつがあるんですけども、それはまだ届いてないんですけど、それをつけることで24時間の駐車監視機能を使えるようにしようということで、これを今回は購入しました。早速開けてみます。開けていくと中身はですねこんな感じになっております。このミラーカム2の本体ですね、裏はこんな感じになっております。さらにこの下の方にですね、シガーライターソケットに使う電源ですねと GPS のセンサー、リアカメラの配線用のケーブルです。そしてこれがリアカメラになります。そしてこれがフロントカメラになります。今回からですねこういう簡易的なやつですけど、内張り剥がしも中に入っています。の裏にはですね、左側からリアカメラのケーブルをつなぐ場所とフロントカメラのケーブルをつなぐ場所ですね、そして SD カードが入っていて電源ケーブルを取り付ける場所という感じになっております。でこれからこの新しいやつになってからですね、フロントカメラが独立型になっていますので、この旧型の従来のタイプですねみたいにこのミラーの位置を変えてしまうとカメラの映り方が変わるみたいなことはなく、これを例えばミラーのところにドアミラーのところにつけていたとして、これを動かしたとしてもフロントカメラがですねちゃんと映像を捉えてくれるっていうのもありますし、安全運転支援のこの真ん中のやつがですねカメラに映ってしまって映像が見にくかったりするんですけども、こういう独立型のタイプの場合はですね好きな場所に取り付けることができますので、映る範囲の調整がですねだいぶしやすくなっています。ミラーカム2の取り付けは自分でやったんですけども、今回はですね取り付けの部分はちょっと省かせていただきます。実際に S660 にミラーカム2をつけてみるとこんな感じになっています。上の方の配線がですねすごく目立たないっていう感じ分かってもらえると思いますし、ちょっとカメラの明るさの関係でですね暗く映ってるように感じるんですけども、全然ですね暗いことはなく、はっきりと後ろの様子を確認することができます。ミラーが大きくて邪魔になるということはありません。純正のミラーよりもですねカメラの映像で後方を確認することができる分ですね、広い範囲確認することができるんですよね。カメラだけに頼るのは良くないっていうことにはなりますけども、ただですねより S660 の見にくい左後方とかが映りますので、こういうデジタルミラーにするというのはありかなと思っています。続いて夜はこんな感じに映ります。ちょうど後ろの車がライト照らされてめちゃくちゃ明るく映ってますけども、これはちょっとカメラの光の関係でですねこういう感じになっていますが、眩しいということはもちろんありません。映像ということになりますので、後方の確認はですねもう圧倒的にしやすいなと思います。夜間はですねこのデジタルルームミラーっていうのはかなりパワーを発揮してくれると思います。あと雨の日とかもですねすごく後ろが見やすくなります。アクセサリーをオンにするとですねすぐにネオ東京のミラーカムは起動してくれます。そして起動したらですねすぐに録画開始してくれるというそういう設定になっています。でこの上の部分がですねトップウォール構造という形でですね配線がすごく見えにくい状態になっています。そしてフロントカメラがですね別になっていますので、このミラーはですねどこに動かしても問題がありません。一番上に跳ね上げてしまうとですね配線隠れますし視界の妨げにもなりません。ミラーカム2にはですね
拡大機能がついていて、この虫眼鏡マークをタップするとですね、設定したズームの倍率に一発で設定することができます。設定画面でですね、何倍にするかを決めておきます。最高20倍まで設定できます。どうしてもデジタルルームミラーはですね、後方との距離感がつかみづらいということで、自分の好きな距離感ですよね、映り方を設定しておけばですね、距離感の違和感がですね、少しマシということですね。ただ S660 の場合は広角に映してですね、後方の様子を確認したいというのがありますので、あえてですね、この機能を積極的に使うということはありません。僕はそこまで違和感を感じないですかね。ミラーカムはもちろんドライブレコーダーとして使うこともできますので、どれぐらいの映像が撮れているのかというのも重要なところです。今映しているのはですね、フロントカメラということになります。僕は設置の関係上ですね、上下逆さまにつけていますので、編集で回転しているような状態にはなっていますので、右上の方に表示がですね、来てしまっていますが、特に問題はありません。フロントカメラの方はですね、フル HD の 27.5 フレームということです。そしてソニーのですね IMX307 センサーが入っております。画角はですね、水平102度、垂直53度、対角が124度ということになっております。少し黄みがかった映像にはなりますけども、ドライブレコーダーとして使う分にはですね、特に問題はありません。ナンバープレートもですね、はっきりと映り込むような感じです。ただ少し画角は狭めかなとは思います。続いてが夜間の映像ですね。まだちょっとほんのり明るい感じなんですけども、少しの光があればですね、かなり明るく映ります。夜中でもですね、もちろん前方の車のナンバープレートはしっかり映りますし、本当に明るくは映ります。フレームレートがですね 27.75 でしたよね。フレームレートが低いっていうのもありますので、滑らかな映像という感じではないんですけども、ドライブレコーダーとして考えれば必要十分ですね。夜間も十分です。続いてリアカメラの映像ですね。リアカメラもですね、フロントカメラと同じくフル HD ですね。フレームレートが25になってます。フロントカメラと同じくですね、IMX307 センサーですね、ソニーのものが使われています。で、画角の方がですね、対角140度、水平112度、垂直60度です。S660 でリアカメラをですね、室内に取り付けているとこんな感じで映ります。映像としてはですね、ナンバープレートはっきり映ってですね、後ろの人がですね、停車しているときは顔まではっきり映って何をしているかがわかるみたいな感じになります。そして続いてが夜間の映像です。さすがにですね、遠く離れているとライトが当たってですね、ナンバープレートが映らないんですけども、停車した時ですね、こういう感じで停車するとはっきりとナンバープレート映りますし、明るさによってこれは変わってくるとは思うんですけども、後ろの車に乗っている人のですね、顔が映ったりもします。夜間の性能もドライブレコーダーとしては十分なのかなと、そういう印象です。今回は購入したミラーカム2をご紹介しました。以前につけていたミラーカム R と比べてですね、フロントカメラが独立することで好きな位置にですね、ミラーを持っていくことができるようになったっていうのがいいことですよね。それと、まだこの時点では到着してないんですけども、パワープロケーブルというものを購入してますので、これがですね、届けば24時間の駐車監視機能も使えるということになりますので、ドライブレコーダーとしての機能もですね、より充実させることができるということで、ミラーカム2を購入しました。で、このミラーカム2にしてからですね、配線はすっきりしますし、液晶も綺麗なので、よりですね、はっきりと後方の様子を確認することができますので、購入してよかったなとは思いますけども、映像を綺麗にするためとかですね、そういう目的でミラーカム R からミラーカム2に買い替えるみたいなことはしなくていいかなと思います。ドライブレコーダーとしての基本的な機能というのはそれほど変わっていませんし、録画の質もですね、それほど変わっていませんので、ドライブレコーダーとしてはこれまでのミラーカム R でも十分だと思います。ただ駐車監視機能が使えるということだったのでこれにしただけなので、例えば別のドライブレコーダーを使っていてデジタルルームミラーとしてこれを買うというのであれば、ミラーカム2じゃなくてもいいのかなと思います。
広報用のミラーカム SE というのもありますので、そういうカメラを選ぶ方がいいのかなという感じでございます。僕はですねミラーカム2を買ってですね、配線が見えにくくなっていますし、液晶画面も綺麗になったので、これはこれで良かったなと思います。ただ動画の撮影の時にですね、高さが増した分映像にすごく入り込んでしまうのは難点なんですけども、それ以外はですね満足しています。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。